こんにちは、コッパです。以前、画面が白黒になったファミコンを修理しました。今回は、なぜクリスタルが故障すると画面が白黒になるのか、オシロスコープでファミコン内部の信号をチェックしながら調査をします。壊れたファミコンは直してしまいました。調査用の白黒ファミコンが必要です。幸いゴミ箱に壊れたクリスタルがまだありました。燃えないゴミの日の1日前、危ない状況でした。その壊れたクリスタルを取り付けたこのファミコンをテストします。どうでしょう。白黒です。正常に異常ですね。それではこれを使いましょう。異常な波形だけでは何が悪いのか判別するのが難しいので、もう1台正常に動くファミコンを用意しました。この2台を比較しながら異常な箇所を確認します。手持ちの中華製の安いオシロスコープでは、ファミコンのクリスタルの波形を捉えるのは無理でした。こちらのオシロスコープを用意しました。柴犬付きのおじいさんが断捨離中でお安く譲り受けることができました。クリーム色のプラステック、年季が入っていますね。28年前に発売されたもののようです。デジタルと書かれていますが40メガサンプル毎秒であれば 400kHz までが観測限界です。基本的にはアナログを白でデジタルは低周波だけのおまけです。ダイヤルやスイッチがたくさんついている機械は無条件にワクワクしてしまいます。ゲーム機も道具もアナログでレトロなものが大好物です。場所がかさばって大変です。今回はこのオシロスコープのテストと練習も兼ねています。それでは始めましょう。まずは正常に動くファミコンの映像信号をチェックします。最初の AV 化で作ったコンポジット端子を改造して、テレビに入る直前のここから信号を観測します。コンポジット信号は出力側と入力側の両方に75オームの抵抗がある状態で、正しい電圧になるように設計されています。テレビにつながずに観測すると電圧がおかしな値になったり、反射ノイズで波形が二重になったり、ギザギザに歪んだりして、正確な観測ができなくなります。ご注意ください。教科書で見た例の信号ですね。水平同期信号でトリガーしてカラーバーストの部分を見ています。映像の信号もちゃんと出てますね。カラーバーストの部分を拡大します。この後ろは遅延送引機能がついていて、時間軸拡大することができてとても便利です。波形が波打ってますがテレビモードの同期分離回路があるはずですが、同期レベルやホールドオフを調整してもうまく波形が一つにならないことがありました。ファミコンのなんちゃってコンポジット信号ではうまく同期できないのでしょうか。カセットを抜いてカラーバーストの部分を詳しく見ていきましょう。ファミコンってカセットなしでも映像信号を出しますよね。電源を切った直後だと映像信号も出ていますね。コンデンサの残りの電力で出力しているのでしょうか。電源を抜いてしばらく放置すると画面が灰色になって波形がすっきりしました。この方がノイズが少なくてカラーバーストを同期しやすくなります。うまく同期しました。それでは波形を計測します。この後ろは計測用のリードアウトカーソルもついていて至れり尽くせりです。NTSC のカラーバーストの振幅は 0.286V が規格値です。測定値が 0.240V ですので規格より少し低いですが、実用上はほぼ問題ないレベルです。半分程度を下回ってくると問題が発生するようです。AV 化で入れる抵抗を調整すればちょうどいい振幅を出せそうですが、画面の明るさまで変わってしまうので映りさえすればカラーバーストの方はこんなもんで妥協しましょう。
周波数は8つの山で 0.447MHz なので1山では 3.576MHz、 規格値が約 3.58MHz ですので問題ないでしょう。次にマスタークロックも見ておきましょう。マスタークロックは PPU の18番ピン、この辺りの右から3番目のピンから取ります。映像ではサクッと同期させていますが、まあこの波形なんかは簡単でいいんですが、ビデオ信号などは何度も失敗して撮り直しています。網網の波形にかなり悩まされました。レベルとホールドオフのつまみを擦り切れるほど回させていただきました。8山で 2.684MHz なので1山では 21.472MHz、 規定値が 21.47727MHz なので問題なしですね。それでは壊れた白黒ファミコンを調べましょう。あら、もっと大きく波形が崩れているのかと期待したのですが、割と普通の波形でした。この映像期間に色の情報クロマ信号が含まれています。正常なファミコンと比べて同じような感じですよね。画面上は色は出ていなくても色の情報は送られているんですね。コンポジット信号では色の違いを波のずれで表現しています。波のずれですから基準になる波が必要になります。それがこのカラーバーストと呼ばれるところです。白黒テレビからカラーテレビへ移行するときに互換性を意識したためこういう形の規格になったのでしょうね。カラーバーストを詳しく調べてみます。ここも波が大きくは崩れていませんね。このカーソルを移動するつまみ、大きく回せば大きく動き、小さく回せば微調整できます。ちょっといい回路が入ってますね。こういう気遣い素敵です。気になるとどこまでも微調整してしまいそうです。この辺にしましょう。振幅は 0.23V なので許容範囲です。周期はどうでしょうか。8山で 0.451MHz なので1山では 3.608MHz、 規格値が約 3.58MHz なので約 28kHz ほど高い状態です。これぐらいの差で異常が出るんですね。しかし基準となる周期がずれて色情報が正常に取り出せないのであれば、画面におかしな色で崩れた映像が出力されそうですよね。テレビには信号が悪い時に画面が虹色の砂嵐になるのを防ぐために、あえて色を捨てて白黒にする機能があるようです。カラーキラーと言います。周波数がずれていく時に徐々に色がおかしくなっていくのではなくて、ある時突然白黒画面になるのはこの機能が働いているからなんですね。最後にマスタークロックを見ましょう。カラーバーストの波形はマスタークロックを元に作られます。
カラーバーストの規定の周波数は 3.58MHz、 マスタークロックは 21.48MHz。 ファミコンのマスタークロックがカラーバーストの周波数の6倍で設計されているので、こんな中途半端な値になっているんですね。デジタル回路だけでアナログの色信号を作り出すために6倍がちょうどいいようです。8山で 2.710MHz、 1山で 21.68MHz。 この白黒ファミコンのカラーバーストの周期は 3.608MHz でした。6倍すると 21.648MHz なので大体合ってますね。規定値が 21.47727MHz なので 202.73kHz の差です。かなりシビアなものですね。ファミコンで説明しましたが、映像出力の基本的な仕組みです。多くのゲーム機で同じような障害が起こります。もし手持ちのゲーム機で映像が乱れたので、コンデンサを全部変えたんだけど治らないといったことがあれば、視点を変えてクリスタルを調べてみるといいことがあるかもですね。ポッパさんの作業台ではこのような動画を作っています。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。